はい、引っ越しに向けて今断捨離をしていて、もともと日本からは全然もうスーツケース3個で来たので荷物少ないんですけど、さらにこっちに来てもうミニマリスト化が加速してるので、いらないバッグとかを今売っていて、ヴィンテッドっていう日本でいうメルカリみたいな二次流通サービスなんですけど、それでちょっと今日新しいものが売れたので、それを今パッキングして、配送に向かっているところです。今売れた品物を届けて、そのままちょっと適当にどっか出かけようかと思ったんですけども、今日暑すぎて上着置いてサングラス取りに戻ってきました。多分さっきの格好で歩いてたら多分もう全身びしょびしょになっちゃうので、一旦ちょっと戻ってきて夏仕様に着替えたのでまた出かけます。昨日一瞬ちょっと冷えてたので、数日間ぐらいまたちょっとひんやりしてたので、今日上着いるかなと思って着てったらもう真夏で、そう街もみんな半袖だったので、ファッション間違えたと思って戻ってきました。また、はい、もう3時ぐらいなんですけど、はい、ちょっと夕飯まで時間あるのでゆっくり外でまた読書かお茶でもしようかと思います。いやもう完全夏って感じですね。すごい気候が気持ちいいです。カラッとしてあったかいです。はい、こんにちは。今日は、金曜日です。で、珍しく今日ですね、いつも5時ぐらいから仕事してるんですが、今日は8時過ぎから、の仕事だったので、終わるのが遅くて、もう今3時ぐらいになりました。で、土日になるともう今ツーリストも増えてるので、かなり街混雑するので、ちょっと金曜日の今日のうちに新しく先月オープンした、アルマンド・マーティンスのミュージアムというところがあるので、そこに今日行ってこようと思います。これリスボンの、アルカンターラの方ですね。西側ですかねの方のエリアになるので、次引っ越しちゃったらちょっと遠くなるので、こっちにいるうちに、今日ですね、行ってこようと思います。ちょっと時間ないから十分に時間あるか不安なんですけど、7時閉館かな。多分今から行けば4時ぐらいに着くので、ちょっと、軽く出かけてこようと思います。行ってきます。もう本当にここ最近のリスボンの気候が最高です。もう最近は雨もほぼ減りましたし、青空がすごい綺麗で、気温も寒くなく暑すぎずちょうどいい感じですね。はい、到着しました。アルマンド・マーティンス、現代美術館です。
展示本当に素晴らしかったですね。この美術館アルマンド・マルタンズの、個人収蔵のコレクションを一般公開している美術館なんですけど、そう僕は今回はパーマネントの展示だけ見て、限定の方の展示は見てないんですけど、パーマネントの方すんごい素晴らしかったです。パーマネントの方は2つの展示室に分かれてて、1、2の部屋があるんですけど、1の部屋の方はすんごい人で、そうなので1の部屋の方は入るのにちょっと数分間ですけど、ちょっと待たなきゃいけないウェイティングが発生してました。で多分さっき映像に差し込んでると思うんですけど、ジョゼ・マリュアっていうポルトガルの写実技の画家ですねの作品がすごい気に入りました。僕ああいう庶民の風景、庶民の田舎の風景とか、なんか労働となんか平和のなんか混ざった感じのちょっと社会的なメッセージのある絵好きで、多分映像を撮ってるので、多分編集して入れてると思うんですけど、そう放題がわからないのでちょっと言えないんですけど、そう労働して昼寝してる風景の絵ですねがすごい素敵でした。今調べました。刈り取り人たちの昼寝っていう放題ですね。そうなんかこのもタイトルからしてすごい好きなんですけど、そうでもその他にもあんまりポルトガルのこう美術に精通していない方でもそうすごい楽しめる展示になってますし、空間自体がとっても素敵なので、もうリノベーションされたばかりの施設で、他にすごい素敵なカフェとかも併設されてて、僕はカフェは行ってないんですけど、すごい流行ってました。雰囲気もすごい素敵で、そう建物もすごくこう趣があって美しいので、行ってみる価値ありかなと思います。はい、こんにちは。今日ついにですね、引っ越しの日で、さっき荷物第1弾を、運んできて、今鍵を受け取ってで作業をしているところです。まだ明日まで元の家の方の契約残ってて、まだ荷物とかも一部残っているので、今日またこの後ですね、数時間だけちょっと整理して、でまた、元の家の方に戻って、明日最後の引っ越し仕上げというところで行く予定です。ではちょっと初日の準備は一旦、荷ほどきだったり、必要な部分の、掃除含め終わったので、今日は元の家に、歩いて帰って、でまた明日ですね、残りの作業を終えて明日で引っ越し完了という流れにしたいと思うので、今日一旦ここで終わりにします。はい、で今日は引っ越し2日目最終日です。今朝早く起きて、第2弾の荷物、を新しい家の方に移し終わって、あとちょっとですね、ソファーとあとボストンバッグ2つぐらいなので、もうこれで最後で、今から引き渡し、行って引っ越し完了になります。もう今全身筋肉痛で結構やばいんですけど、はい、でも本当に初めてポルトガルに引っ越してきて、1年間住んだ家なので、とっても思い出深く、いろんな問題はありつつもすごい気に入ってる物件だったので、ちょっとしんみりしますね。本当にいい思い出がたくさんこの家には詰まってます。また、はい、本当にこのエリアは大好きなので、プリンシペリアルとかこの周辺にあるサオベント、エストレラとか、本当に一番好きなエリアたちが詰まってる場所なので、今後もこの近くにいっぱい遊びに来るとは思いますが、一旦ここに暮らすというのは、これが最後になるので、ゆっくりちょっと最後の仕上げ掃除をしながら、別れをしようと思います。
か本当ここに越してきた時にこの景色を窓から覗いてたら、向かいのビルの方とか横のマンションのアパートの方とかで、また向かいになんかのオフィスがあるんですけど、そこの方とかいろんな方が挨拶ベランダ越しにしてくれて、そう、ポルトガルに来たんだっていう、なんかそのウェルカムでみんな気さくであったかい感じを、そう、もう引っ越してきてすぐそれですごい実感したのを思い出します。すごい嬉しかったですね。それは日本だとあんまりないし、ご近所さんと挨拶とかもそんなにしないし、結構目そらしたりするので、僕もするタイプじゃなかったので、もともとは。そう、なんかこのパティオにすごいいい思い出がいっぱいありますね。それがすごいポルトガルのカルチャーのいいところだなっていつも思ってましたね。一番大きい荷物であるソファーの運び出しが残っていて辛いな。一旦ちょっと運び出しは家主さんに立ち手伝ってもらおうと思ってるんですけど、新居入ってからのちょっと荷上げが大変だな。もう今の時点でバテバテだから、ちょっとソファーで運べるかがちょっと心配です。冷凍庫に1個だけアイスクリームの積み残しがあったのに気づいて、今急いで食べてます。あと 2,3 分で引き渡し。生き返る。はい、一旦荷ほどきが、8、9割方落ち着いたので、今日のところの作業は一旦ここで終わろうと思います。さっき言ってたソファーの、新居への階段荷上げがどうしようって言ってたんですけど、同じアパートに住むカップルの方が手伝ってくださって、もうスイスイ楽に運べちゃいました。本当にポルトガルの方々は困ってるとすぐ声をかけてくれるので、めちゃくちゃ助かりますし、本当に気分が良くなります。めちゃくちゃ疲れた。明日さらに筋肉痛やばくなってそう。はい、新居生活、2日目です。一旦ですね、お部屋を落ち着きまして、で今日もう全身疲れでバテバテのまま、また朝からいつも通り仕事をしまして、で今3時前ですねくらいになりました。全身ちょっと筋肉痛で痛いですけど、なんか新しい環境でまた朝からちょっとフレッシュな気持ちで仕事を迎えれて、かなり気分がいい感じになってます。今持ってない、小物、収納用品、家具類を今から、近くの、お店にいろいろ見に行こうと思います。じゃあちょっと出かけます。ちなみにここのサンルームが僕の一番のお気に入りです。本当は窓越しに全体を撮りたいんですが、向かいにちょっとレジデンスが思いっきり面していて、向かいの、住まいの部屋の中とかが見えちゃうので全体を映せないんですけれども、このサンルームがすごい気持ちいいです。まだちょっと今の部屋の構成がですね、仮の構成になっているので、ちょっとサンルームにオフィス置きたいなと思いつつ、そう、ただちょっとまだ朝晩冷えるので、朝5時から働いてる自分にはちょっと朝あそこで働くのは寒いかなと思い、まだちょっと配置を決めきれていない感じでございます。
目当ての店に来ました。このビバというお店が生活用品とか生活雑貨すごい安くて楽しいので、行ってみます。このセットで 8.95 ユーロ、お得ですよね。欲しいな。なんでこんなに種類いっぱいあるのに野菜包丁がないんだろう。すんごい量になっちゃいました。そう、前にもここの公園ですね、アラメダ庭園 Vlog で紹介してるんですけど、そう、ここの景色本当に好きで、めちゃくちゃ綺麗ですね。やっぱり癒されます。もう今日めちゃくちゃ疲れてるんですけど、ここに座って風を感じてるだけですごい気持ちがいいです。なんか引っ越しってすんごいお金かかるじゃないですか。で、まあ引っ越し自体もそうですし、もろもろの費用だったりだとかで、こうやって必要な生活用品とか買い足していってると本当にお金がかさんでいくので、さっきちょっと軽く計算してたんですけど考えたくなくなりますね。なんか本当に引っ越ししてめちゃくちゃ気分がよくリフレッシュできたけれど、その分お金もとってもかかってるので、とっても来月の請求が嫌ですね。と言いつつですね、前にもちらっとお話しした通り、ポルトガルで来てからお金をあんまり使わないようになったので、日本にいた時は本当にもうお金が入ったらすぐほとんど使っちゃうっていうか、もう買い物とか娯楽とか友達といいお店行ってご飯食べたりとかっていうのにすぐ使っちゃってたんですけど、こっち来てからは本当にそういうライフスタイルじゃないので、もう時間の使い方がほとんどゆっくりお茶したりとか公園行ったり本読んだりっていう生活スタイルになって、まあなんでしょう、こうやって引っ越しでいろいろとお金は飛んでいくし、まあ出費はいろいろあるけれど、無駄な出費というものが今のライフスタイルで本当にないので、もう東京にいた時のような消費にまみれたライフスタイルから逃れていることを考えれば、必要な出費だけに絞られてきていると思うと、気分はとってもすがすがしく感じますね。じゃあビバの、購入品紹介しようかなと思います。まずですね、今後ろにある通りですね、靴がこんな感じでちょっと靴の収納がないので、今ちょっと地べたに置いてあるのをちゃんとしまわなきゃいけないので、この簡易シューズシェルフを2つ買いました。で、あとこれがあれですね、なんて言えばいいんだ、窓の縁とかベランダの手すりの縁に引っ掛けるタイプの、あれですね、洗濯干しで、あとはもろもろキッチン用品系が、サラダ用のボウルとザルと、あとパン包丁と、その動画でも言った通り普通の包丁が売ってなくてパン包丁しか買ってないんですけど、毎朝パンをスライスしてトーストしてるので、一旦パン包丁だけ買って、あとビバのこのルームフレグランスがトイレフレグランスのシリーズの匂いすごい好きで、めちゃくちゃ安いのに香りが良くて、これジャスミンのやつですね。ジャスミンのトイレに置こうと思ってて、前の家でもビバのマンゴーのやつ置いてて、それもすごい香りが良くて、今回はジャスミンのを買いました。めちゃくちゃ安いですね。これ2ユーロなんで、普通にスーパーとかに売ってる安いメーカーのやつ
より安いんじゃないですかね。であとはそうカトラリーの収納用の仕分けと、あと服のタンスの中のハンギング用に帽子とかかけようと思ってこのハンガーを買ったのと、あとはこれ可愛くないですか？これはワークデスクの、椅子の座布団用に買いました。本当は表がボーダーなんですけど、裏を表にして、でなんかちらっとこれが見えたら可愛いかなと思い、ちょっと裏表で使おうと思ってこれを買いました。であとは鍋ですね。前の家この大きい鍋が備え付けだったので、大きいタイプの鍋持ってなかったので買い足しました。結構もう自炊するとき3日分4日分一気に作り置きすることが多いので、絶対大きい鍋必須なので鍋を買いました。こんな感じです。はい、ではちょっとまだまだ家散らかってるところではありますが、一旦ですね引っ越し大方落ち着いたので、本日の Vlog ここで終わろうと思います。で次の、ポルトガル Vlog でいろいろとまた、新しい新居の様子とか、周りのエリアのお話とかも、どんどん撮っていこうと思っているので、引き続きどうぞ楽しみにしていただけますと幸いです。では今回の Vlog ここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。